こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。今回の話題はストレス解消法です。解消法は問題をなくすための方法という意味です。問題とはテストの問題のことではありません。問題とは嫌だな、困ったな、体の不調がある、これらのことです。ストレス解消法はストレスをなくすための方法という意味です。ストレスを少なくするための方法という意味です。ストレスについてはもう皆さんご存知だと思います。皆さんはストレスは何かを知っていると思います。でも改めて日本語で説明します。ストレスは心や体が大変だな、辛いなと感じることです。私たちは毎日いろいろなことがありますよね。いろいろなことがあって心や体が大変だな、辛いな、困ったなという状態になります。これがストレスです。いろいろなことって何でしょうか？どういう時にストレスを感じるでしょうか？例えば、勉強が難しい時、仕事が大変な時、仕事が多すぎる時、人間関係がうまくいかないとき、物事が計画通りに進まないとき、暑い、寒い、うるさい、臭い、汚いなど環境が悪いとき、こういったときに私たちの心に緊張が生まれます。または体も緊張します。これがストレスです。緊張するというのは体に力が入ること、心がリラックスしていないことです。緊張しているときは体や心はリラックスしていません。快適ではありません。ストレスがあるときは私たちの心に緊張が生まれます。皆さんはどういうときにストレスを感じますか？日本語で考えてみてください。ですが、必ずしもストレスが悪いわけではありません。ストレスは絶対に悪いわけではありません。少しのストレスであれば頑張ろうという気持ちになります。少しのストレスが体や心を良くする場合もあります。少しのストレスが心や体を良くするように助けてくれる時もあります。ストレスが強すぎたり多すぎると体や心に良くないことが起こります。では、強いストレスがあると心はどうなってしまうでしょうか？皆さんも日本語で考えてみてください。完璧な日本語でなくても大丈夫です。ストレスがあると心に良くないことが起こります。どういうことが起こるでしょうか？例えば
いつもイライラしたり悲しくなったりする。何もしたくなくなる。何もしたくないという気持ちがずっとある。これがひどくなると、外出できない、人と会いたくない、仕事ができない、家事や子育てができないということが起こります。そういう人もいます。これは心の病気かもしれないので注意した方がいいです。こういうことが何ヶ月も続くようなら心の病気かもしれません。他にはちょっとしたことが心配になったり不安になったりする。そして一番心配なこと、かなり心配になってしまうことがあります。生きるのが嫌になってしまうこともあります。世の中にはそういう人もいます。心が疲れているときは体も疲れたり不調になります。ストレスがあるとき、体はどうなるでしょうか。これも日本語で考えてみてください。皆さんが知っている単語や文法を使ってみましょう。ストレスがあると体はどうなってしまうでしょうか。眠れなくなってしまう。すると体が弱くなります。体が弱くなると病気にかかりやすくなります。病気になることを病気にかかるという言い方をします。ストレスがあると体に力が入ります。それがずっと続くと首や肩が硬くなります。そして痛くなることがあります。ちなみにこの様子を肩こりや首こりと言います。肩こりはいつも肩が硬くて痛いっていう様子のことです。首こりは緊張して首が硬くなって痛いという様子を表す言葉です。肩こり、首こりは会話でよく使います。あとは考えすぎて胃が苦しくなることがあります。ひどい時はストレスで胃に穴が開いてしまうことがあります。日本語ではこの病気を胃潰瘍と言います。これは覚えなくてもいいです。ちなみに私は昔ストレスで胃潰瘍になったことがあります。胃に穴は開きませんでしたが傷がついてしまいました。どうしてそうなってしまったかというと、仕事が原因です。昔、私は仕事で嫌なことがあって、ものすごく怒ったり、考えすぎてしまった時期がありました。ストレスでそういう病気になったことがあります。ストレスをなくそうとしてお酒を飲む人がいますね。少しの量ならいいですが、お酒を飲みすぎて病気になる人もいます。ストレスがあると体や心にこのようなことが起こると思います。皆さんの体や心は大丈夫ですか？生きている間はストレスを受けないことは難しいですね。ですからストレスを少なくしたりなくすことが大切です。そういう方法が必要ですよね。ストレス解消法が必要ですよね。次はストレス解消法について話します。私のストレス解消法はよく寝ることです。そしてガーデニングをすることです。
ガーデニングをするために外に出ます。私は太陽や風を浴びたり、土を触ると頭がすっきりします。元気が出ます。このように好きなことをしているときは嫌なことを考えないで済みますよね。考えないで済む。考える必要がないという意味です。動詞内形で済む。何々ないで済む。何々する必要がないという意味です。何々ないで済むは会話でよく使います。話を戻します。好きなことをしているときは嫌なことを考えないで済みますね。あとは私のストレス解消法はお風呂に入ることです。お風呂は毎日入りますが、お湯に浸かると疲れが取れます。お湯に浸かるっていうのは、お湯に体を入れたままにするという意味です。お風呂の話をしているとき、お湯に入るとはあまり言いません。お湯に浸かるという言い方をします。そんな風に私はストレスを解消しています。あと、私はストレスを減らすために大切にしていることがあります。それは考え方を変えることです。これは結構大切だと思います。どういうことかというと、何々しなければならないを減らす。何事も完璧にやらないといけない。何かをするときに失敗してはいけない。100点を取らないといけない。正しくきちんとやらないといけない。そういった考えを休みます。そういう考えが大切な時もありますが、いつも必要ではありません。他には人に好かれなければいけない。人から嫌われてはいけない。いい人だと思われたい。そのような考えを変えてみます。人から好かれたいと思って無理をする必要はありません。人からよく思われたいと思って無理をする必要はないと思います。私の場合はそんな風にストレスを減らしています。でもストレス解消法は他にいろいろありますよね。例えば、いつでも簡単にできるのが深呼吸をすることです。深呼吸。深呼吸は深くゆっくり呼吸をすることです。深呼吸はゆっくり長く息を吸ったり吐いたりすることです。ゆっくり長く呼吸をすると心が落ち着きます。私は20年くらいヨガをやっています。なので、これは本当のことだと知っています。あとは散歩をするのもいいですね。じっとしているといろいろ考えてしまいますが、少し外を歩くと気分が変わります。例えば公園、海岸、神社、お寺などを歩きます。自然がある場所や静かな場所を歩くのがいいと思います。そういえば少し前に私の友達が教えてくれたことがあります。彼女は歌を歌ったり踊ると気分がすっきりすると言っていました。まあ私はしませんけど、きっと声を出したり体を自由に動かすと気持ちがすっきりするのでしょうね。
笑うことも体や心を元気にしてくれます。面白い動画を見たり、友達と楽しく話してたくさん笑ってみます。他には家族や友達に今の気持ちを話してみます。それもストレスを少なくするいい方法だと思います。話すだけで心が楽になることがあります。もし話す相手がいなかったら、ノートに今の気持ちを全部書きます。そしてそれを破いて捨てます。私は昔これをやっていました。とてもおすすめです。皆さんのストレス解消法は何ですか？どうやってストレスを少なくしたりなくしていますか？ぜひコメントで教えてください。皆さんも自分に合ったストレス解消法を使って元気な毎日を過ごしてください。ということで今回はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。